早速ですが、エンジン音がおかしいのがお分かりでしょうか？ドローローローン、ドローローローン、と吹き上がりがよどんで、鈍くなっていて、しばらくすると正常に吹き上がります。これ、NB8 でもなったことがあるのですが、イグニッションコイルの寿命が、近づいているようです。前回はイグニッションコイルの、交換で治りました。でもこの NB6 は先日ケーブルを、変えたばかりで、またコイルも変えるとなると気分が、めいります。それならちょっと奮発して、ダイレクトイグニッション化してみようかと、思い立ちました。NB6C、近代改修計画始動です。ということで、イグニッションコイルは定番の T 社のを買いました。ハーネスはプリウス用です。コネクタはコイルとの接続部分が割れやすいということで一応新品も買いました。プラグコードとサイズを比べてみます。内部の深さは 40mm で、同じですが、全体の長さは 5mm ほど、イグニッションコイルの方が、長いようです。固定するためのプレートを作るため、穴の位置を測ります。もともとボルト穴が3つヘッドカバーにあり、ここに固定します。100均で適当な透明なシートを買ってきてサイズに合わせて切り、ボルトの位置を写し取ります。最初はコイルの下にプレートを入れようと考えていましたが、抑えられるのなら別に上でも良いかと思い、長ボルトで固定する案に変更です。この方法ならプレートに穴を開ける必要がありません。
取り付けのボルト穴とイグニッションコイルの取り合いを見てみましたが、大丈夫そうでした。後ろ側はカプラーとボルト穴が被るので、前後向きを変えて取り付けます。大元のカプラーは NB6 は6極タイプです。プレートで穴位置が分かったので、アルミのプレートに移し、漕いでみました。こちらもバッチリ。どれだけ固定のボルトを伸ばせばいいか、測ってみます。どうやら 30mm のようです。一方配線は、このように1、2、3、4番とします。1番4番が黒ですね。後ろから見て右から3番目の線が点火信号です。これは灰色、こちらは紫ですね。青は点火確認なので NB には必要ありません。いらない青線を抜いたらこんな感じで、右の束ねたものが点火信号です。ECU から来るカプラーの配線は右が 12V、左がグランド、真ん中が点火信号でした。NA8 や NB8 は4極らしいので、多分、グランドと 12V がそれぞれ1本になっているものと思います。分けなくてもいいと思うけど、一応1、4番と2、3番で振り分けました。針で繋いだので、動作テストです。
そう確認できたので組み立てます。プラグコードがなくなるとスッキリですね。アルミプレートで隠れてヘッドカバーと強化し、いい感じですが、配線はビニールテープむき出しで、安っぽいです。純正イグニッションコイルは、とりあえずそのままです。吹き上がりも元気になりました。鈍感な私では体感できませんが、これが元の状態なのでしょう。NA ももちろん NB8 も、簡単にダイレクトイグニッション化できるので、おすすめです。最後にプレートと穴位置を、掲載します。参考にしてみてください。ボルトには 30mm のカラーを、入れてください。配線はこんな感じです。間違ってたらごめんなさい。